いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、鶏もも肉のですね、柚子胡椒みぞれ煮っていうのをね、ご紹介いたします。では、材料の説明をします。まず、鶏もも肉ですね。今日は2枚使います。次にですね、大根おろし 40g です。はい。次にですね、今日お水から使いますね。だしでも結構です。今日はね、水から、家庭でね、作れるように水からやっていきます。水が 300ml。で、砂糖ですね。15g。濃い口醤油。30ml。で、今日はね、柚子胡椒ということで、柚子胡椒ですね。こちら 10g 使います。今日はカツオの出汁ですね。カツオの粉末を 10g 使います。で、トッピングにね、小口ネギですね。それを適量使います。片栗粉を使いますのでね、片栗粉、これも適量使います。鶏のももですね、使います。これのね、下処理をちょっとやりたいと思います。こんな感じでね、筋がありますね。これを取ります。一口大にね、切りたいので、こういう感じで筋が流れてますんでね、これを3等分ぐらいね。切ったら、今度はこれを一口大ですね。これぐらいの大きさです。はい。こんな感じですね。だいたい9等分ぐらいかな。はい。こんな感じですね。ではね、もう1枚ね、やっていきます。この筋をカットします。だいたい3等分ぐらいにします。こんな感じでね、カットしました。これがね、一口大にカットした、鶏もも肉です。ではね、次の工程いきます。で、普通はですね、塩コショウちょっと振るんですけど、今日はね、柚子胡椒を使いますので、ちょっとね、パンチがありますんでね、塩コショウなしでやります。で、この中にね、適量の片栗粉を入れます。これはね、炒める時にですね、ちょっと焦げ目がつきやすいようにね、あと、水分がですね、逃げないように炒められるようにね、片栗をつけます。はい、こんな感じでね、全体的に片栗がつきました。ではね、これをね、フライパンで焼いていきます。フライパンにですね、ちょっとだけ油を引きます。まず火をつけて、皮目の方を下にしてですね、置いていきます。これね、皮目から焼くのはですね、皮がキュンと縮んでね、身の方がね、小さくなりますのでね、それをちょっと防ぐためにね、皮目の方から焼いていきます。薄いね、きつね色になるまで、焼いていきますんでね。ここポイントなんですけど、あんまりね、きつい火でやるとね、焦げちゃいますんでね。中火弱ぐらいでね、ゆっくり焼いていきます。はい。5分ぐらい経ちました。火加減はですね、これぐらいの、中火弱ぐらいですね。パチ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 、音がね、してきました。これでね、すぐひっくり返すと、中に火が入らないのと、あと皮目にね、色がつかない。もうちょっとね、待ちます。はい。あれからね、3分ぐらい経ちました。はい、見てください。こんな感じにね、茶色くなっていきましたね。これぐらいにね、色がついたらね、ひっくり返していきます。で、余分な油が出ますけど、これ鶏肉のですね、美味しい油なんでね、取らない方がいいと思いますが、油をね、気にされる方はね、ここでキッチンペーパーかなんかでね、取ってもらっても大丈夫です。これでね、あと5、6分ですね、焼いていきます。こんな感じにね、両面こんなきつね色になりました。そしたらですね、今からですね、調味料を、まずお水入れます。
はい。続いて砂糖ですね。続いて濃い口醤油。カツオの粉末ですね。これだけ入れまして、約ね、10分ぐらい煮詰めていきます。そうするとね、煮詰めてる間に完全に火が通ってしまいますんでね。こんな感じにね、水分がね、飛んできました。これぐらいになったらですね、柚子胡椒を入れます。柚子胡椒のね、いい香りがしてきました。全体的にね。これね、めっちゃご飯に合うんですよね。これだけでも美味しいんですけど、ここで火を切ります。その後、大根おろし入れてね、みぞれ煮っていう感じにね、してしまいます。大根おろしのね、あっさりしたのが柚子胡椒のパンチをね、柔らかくしてくれますんでね。これめっちゃほんとご飯に合います。はい、こんな感じでね、軽く混ぜてもらったら盛り付けていきます。ここまでね、持ったら最後トッピングなんですけど、ネギでもいいですし、白髪ネギですね。それでも OK です。はい。これでね、完成になります。ではね、試食します。これね、めっちゃね、ご飯に合いますね。はい。本日はですね、鶏もも肉、柚子胡椒、みぞれ煮をね、ご紹介をいたしました。ポイントはですね、ゆっくり、火を通していくということと、最後ですね、柚子胡椒と大根おろしはですね、完成してから、混ぜるっていうことがね、ポイントになります。ぜひね、簡単なんでね、作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。